OK。こんばんは。やっほー。はい。今日は日本語だけでライブするんですけど、多分日本語日本語オンリーは多分久しぶり、めっちゃ久しぶりかな。ジェヨンと2人でホテルでした時以来なんで、ちょっと緊張しますが、楽にやっていきたいと思います。はい。お風呂入りながら見てます。むせないように。染めてないですよ。でもなんかもうこの色飽きちゃって黒にしようかなって考えて今ちょっと考え中なんですけど、どうします？なんかこの前コメントでなんか韓国花粉ないよみたいな言ったと思うんですけど、いやもう結構花粉症きてる結構花粉症きてる。なんかもう頭が痛い最近花粉のせいで。そう来てる。そう来てる。思った以上に来てるんよ。あともうちょっとしたら多分6月かな。6月に多分、6月何日だったっけな。6月になったら日本追加公演するんで、そうですね。もうちょっとの間、もうちょっとで辛抱です。頑張って。あ、もう当選、どうだったのかな。当選、あれ、もう終わったかな。当選終わったかな。明日発表。ああ、明日発表か。あ、でもなんかその、会社で、あの、なんだっけなミーティングした時にそのキャパを見たんですよね。なんかなんていうの、細かくは自分も分かってなくて、それでこの前キャパを聞いたんですけど、思った以上に、うん、思った以上にその応募数とキャパを見たんですけど、もうこれ比列してないなって。比列合ってるかな。そう、なんかもう応募数が多すぎて、なんかキャパがもうなんか4桁か。違う違う。5桁か。違う違う。広島は6500足だから、6500。もう4桁に合ってない、その応募数を見てめっちゃびっくりしました。こんなキャパ、でもなんか、その地方に行くことがあんまないんで、日本活動した時もそうですし。なんでまあ、そういった意味ではいいかなって。もっとなんか、6500人でも多いけど、そうなんか、やっぱり東京ドームでした時はなんかたくさんのエンジンの方と一緒に、なんていうんですかね、同じ空間にいましたけど、今回はなんかもうちょっと小さめで、そのもうちょっとなんていうの、そのコミュニケーションがもっとしやすいかなっていう面では、まあめっちゃいいんじゃないかなと。だってそんな広島とか行くことあんまないから、こういうアリーナツアー以外は、アリーナツアーかな以外はもう行くことないから、広島、岡山から近いし、ビスコにも会えたらなって思ってるんですけど、会えるかな。なんかお父さんが言うには、連れてくるみたいな、連れてこようかみたいな言ってたんですけど、なんか、来れたらね、来れたら絶対写真あげるんで、
多分会えるかな。広島だから結構車でもそんなかからないし。うん。うん、ビスコと Vlog お願い。確かにいいかも。ビスコとね、もう全然会ってないからな。ビスコとは。だってもう、ビスコに最後に会ったの、アイランドの入る直前ぐらいかな。あの時はコロナもあったから、その隔離で一回、3週間ぐらい日本にいてから、韓国に移ってアイランドをしたんで、それ以来ですよね。もう、やばい、髪の毛が伸びすぎた。うん。だいぶ合ってない。そうだね。受験生、頑張って。うん。花粉。ビスコ、でももう3年以上経ったから忘れとるかもしれん。仙台。お、仙、宮城か仙台は。あれもう全部楽しみ。牛タンもそうだ。なんかメンバーにその地方の名物を食べさせてあげたいみたいな。広島行ったらお好み焼き食べさせてあげたいし、福岡行ったら一蘭食べさせてあげたい。まあ一蘭はどこ行っても行くんですけど、一蘭本店に行ってみたいです。でも人多いっていうか、うん、カップラーメンで。ああ、なんか曲かけます。青髪が似合う。そうか。そうやね。青髪、なんか、ブルーブラックってあんましたことない色だったから。もうちょっと、いやでもなんか、その、染めた、うん、なんか、ムラシャンみたいなのあるじゃないですか。なんかそういう、ちょっと変わったシャンプー使ってるんですね。色落ちしないように。それ使っても結構色落ち早いんで、なんかもう、持つのが短いというか、なんか、もう頻繁に染めないといけないんで、結構、そう、しんどいんですよ。うーん、髪めっちゃ伸びた。ああ、ピンクはしません。ピンクはしません。ピンクはね、一回、手電の時に一回したんですけど、紫から落ちてピンクになったんですけど、あの時はもう管理がしんどすぎて、なんていうんですか、もうトラウマみたいになっちゃって。あの時、つけ毛つけるぐらいもう切れちゃって、髪の毛が。でも、そういうことになりたくないんでピンクはもうしないかな。なんか、BGM かけますか？ BGM おすすめお願いします。ピンクしてよ。ピンクは、うん。プロさん、人気多いな、プロさん。なんか、ちょっと前に、ブロッサムのなんか、春バージョンみたいな、あの、編集で日本で撮った写真集めてみたいな、見たんですけど、めっちゃ良かった。うん。いや、ブロッサム人気多いな。えーっと、あれえーっと、
花粉がやばい。確かに韓国もやばいなあー、そう、多分日本も花粉やばいと思うな最近。もうだって4月入ったから。あれつくかな。あれちょっとスピーカーがあれオッケー。いけた。こっちも。ああ。骨が。ああ。何それ髪が長すぎる。ちょっと待って。でもまだその日本の瀬戸りはまだ聞いてなくて、ホッサンもするかな、するかな、でもなんか もったいないって言えばいいかな。なんか東京ドームの最後でエンディングでしちゃって特別感はある。いい曲。神がそう、もう桜韓国も咲いてきて、出勤するときも桜見てきました。やばいな。前髪ちぎってちぎる。じゃあ久しぶりに日本語でするんで、質問コーナーみたいなしてみようかな。質問コーナーみたいなしてみようかな。日本語で質問ください。もう多分これから月に2回ぐらいはこういうのすると思うんで、日本語ライブなんか考えてみたらあんまり日本語できてないなって最近思い出したんで、日本語でもやっぱりそれぞれなんていうんですかね、任されてる言語じゃないけど、やっぱり僕は日本人なんで日本語でいっぱいやれていけたらなって思って、まあ JQ もそうですし、英語でもこういうライブでも英語をいっぱい使ってるんで、日本語いっぱい使っていこうかなって忘れないようにリマインドさせながら。好きなお母さんの料理はそう、日本で公演するときはもう両親が来るときはもう毎回弁当作ってくるんですよ。そのもう東京でするってなっても岡山から作って持ってくるんで、何かあるかな。でも遠足とか行ってたときはでもやっぱりカレーかな。カレーかな。何があるかな。でも普通におにぎりとかめっちゃ好きでした。作ってくれる塩おにぎりとか。今日カレーだった。ニキ君が好きな日本の曲は僕はソランジが好きです。ソランジが大好きです。最近はねソランジめっちゃ聞くね。この前
どこだ CDTV だったかな、 M ステだったかな、どこか忘れちゃったんですけど、直接挨拶してくださって、しに来てくださって、アルバムまでCD までいただいたんですけど、その時にソランジ大好きですって言えばよかったなって。そうやね、その時ソランジ出た。なんかもう緊張っていうか頭真っ白になっちゃって何も言えなかったんですけど、言えばよかったなって今後悔中です。J4 はレコーディング中です。いやでももともと11時にやるって昨日言ってたじゃないですか。でもレコーディングが思ったより早く終わって、11時って結構遅い、僕の基準からしたら全然もう遅くないんですけど、エンジンからしたら結構遅い時間なんで、早めにした方がいいかなって。ソウルコンのアンコンが終わった後にちょっと休んだんですね、僕たち結構、何日か休めれたんですけど、部屋で一人でずっとこの曲聴いてました。始まりの朝が来る、宝物を探すけど、いつの間にかすぐそばにあることを忘れて今日も浮かんでます。休みの日は何しよう。休みの日は家にいるかショッピングですね。J4 とか。でもなんか起きたら結構行くのめんどくさくて行かないことは結構多いんですけど、行ける自信があったら行きます。行く準備までできたら行けます。行く余裕ができたら行きます。なんとか生きてほしい、ありえないほどに最近の MBTI は知りませんMBTI あんま信じてない。いつも飛行機の中で何してる？いつも飛行機の中はもう気絶してます。もう乗った瞬間離陸する前に気絶してますでもこの離陸する時って下げたらダメじゃないですか。だからもうこの状況、この姿勢のままこうやって気絶してますで起きたらもう着陸と。日本の時は、アメリカの時は結構もう楽しむみたいな、飛行機を楽しむ。やっぱ長時間なんでネットフリックスとかでもダウンロードさせてそうします。韓国料理でよく食べるのはヤンニョンカイ手違いカルビ、味付けがされてるカルビよく食べます、韓国では。トレーラーの時ぐらい伸ばしますか？後ろ襟足ちょっと長めにしてパーマかけた時は。でも髪の時もすごい気に入ってたんですけど、なんかあの時もうちょっと楽しんどけばよかった。でもなんか
ブリーチした後にそのパーマがもう一切残ってなくて、もうこれ2ブロックしようと思って切ったんですけど、どっち派ですか？長髪派か2ブロック派？でもね、2ブロックが一番似合うっていうか、一番自分らしいみたいな、自分の中ではツーブロ、やっぱツーブロか。グリーングリーンのパーマ、長い方。でも多分単発っていうか、その短い髪全然あんまりイメージないですよ。長髪の方がちょっと長い。でもこういう普段のセッティングっていうか、その普段何もセッティングしてない状態でこう生活するのは短い髪の方がそれは楽なんですけど、セッティングするってなったらやっぱり長い方がなんかもっとアレンジっていうか選択肢が多い。やっぱ長髪の方がああ、花粉がすごすぎる。ちょっとエンジントイレ行ってきます。ごめんなさい。言っとけばよかった。ちょっとじゃあ曲かけとくんでちょっとの間だけ待っといてください。じゃあこの曲でいいかな。好きな曲かけとくんでちょっとだけ待っていてください。やば、マイキと最初から聞きたい。
すごいすごい。一番好きな髪色はしてきた中ではグラデーションが一番良かったかな。それで多分エンジンの中で一番なんていうの2期ってその2期ってなったら多分2期の髪色ってなったら多分一番イメージ強くないですか、グラデーションがっていう自分の考え。アイボリー色みたいなのに黒のグラデーションみたいな。なんか髪色を真似してくださる TikTok とかを見たんですよ。美容院に行って僕の写真見せてみたいな。なんかそういうの見たら結構嬉しかったです。またしたいあの色可愛い。質問なんかありますか？サイン会で名前にちゃんつけるかつけないかの違いは何？なんか違い無意識にしちゃう。なんか名前にちゃんが似合う人には方にはちゃんつけるみたいな、なんか本能的な無意識でやっちゃう。その日の気分困ってるじゃあちゃんつけてほしい人はその場所で直接言ってください。ちゃん付けしてみて。日本で行きたいところは箱根にもう一回行きたいですね。なんか箱根、この前家族旅行で行った時になんか温泉街みたいな温泉がその旅館がめっちゃ多いじゃないですか。なんか上に行けば行くほどいいところがあるみたいな、そういう感じじゃないですか。だからその車でこの前行った旅館に行く道で結構いろんな旅館見てきたんですけど、なんか違う旅館にも行ってみたいなみたいな。箱根旅館めっちゃいいから、この前行った時もめっちゃ良かった。やっぱり温泉が一番ヒーリングできるみたいな。次の曲何にしますか？2期の世代の仮面ライダーは何だった？私は真剣じゃ懐かしい。真剣じゃでも真剣じゃはめっちゃ見てましたね。真剣じゃ懐かしい昔の動画あると思うんですけど、なんか真剣じゃのこのポーズの真似しながら、なんかこういうポーズあったんか。その時もなんかすごいディテールめっちゃ意識してて、なんかこっちの腕の角度みたいなめっちゃしてた動画を親が見せてくれたりする時もあるんですけど、めっちゃおもろい。昔の動画見たら。昔坊主だったんですよ。その昔エグザイルさんに好きだったんで、めっちゃ坊主にしてここスクラッチみたいなの入れて坊主のスクラッチでこんなんして、もうめっちゃおもろかったです見せようかな。その動画見て大丈夫そうだったら見ようかな。見せようかな
always. always. あ、懐かしい。うん。何やったっけな、覚えてない。ちょっと待って、覚えてない。うん。新潟の温泉もいいよ。新潟も行ってみたい。コシヒカリちゃんと食べてみたい。ちゃんとしたコシヒカリ食べてみたい。そう、現地のライブ行きたいわ。ライブね、多分近々あるんじゃないかな、6月以外に。うん。仙台の、仙台もなんか温泉有名だったっけな。温泉に行きたい。そのスーパー温泉じゃなくても、なんか部屋の中にある旅館みたいなとこ行きたい。長い。OK、 質問。質問ください。ディズニーランドと C どっちが好き？ディズニーは C かな。やっぱり C の方が好きかも。もういいや、髪。もういいや。OK、 次の曲。早口言葉。生麦生麦生卵。生麦生麦生卵。兄弟で喧嘩したことはめっちゃある。めっちゃもうほぼ毎日喧嘩しとった。お姉ちゃんとほぼ毎日喧嘩しとった。妹はもうめっちゃ可愛いから、もう4歳差なんで、妹はもうなんかめっちゃ可愛いって感じだったんですけど、もうお姉ちゃんと毎日喧嘩してました。うん。でもね、もう物心ついてこうやってお互い活動しながら姉の活動してる姿とか見るとやっぱり成長したなって思いますけどね。なんかお互いめっちゃ頑張って、うん、頑張ってほしいなっていうのはありますね。うん。えーっと
次の曲。え、エンジンと会ったら声かけてほしい。うん、もちろん声かけてほしいな。噂が出るよりも声かけてほしい。逆に日本とかで会えたら、牛タンのお店とかよく結構行くんで、日本行ったら声かけてくれたら嬉しいかな。エンジンですって。やっぱりボブ派なのやっぱりボブ派なの質問が面白い。そうかな、うん。三重の牛タン美味しいとこ教えられるよ教えて。ストレス解決法を貼る。ストレス解決法はストレス解決法は寝るか、バッティングセンター行くかバッティングセンターはもう行かないけど、なんかそのストレスなんていうんですかね、ストレスをぶつけれるところに行くみたいな。やっぱり物には当たらないんで、野球とかそういうのでストレス解決するのが一番いいかな。それかもう僕はめっちゃ踊って汗かくみたいな、ダンスでストレス解決させるみたいな。でもそのダンスでストレス溜まる時もあるんですよね。なんでこんなできないんやろみたいな。そういう時は寝る寝て忘れる。で次の日頑張るみたいな。そう、多分そうね、物になんていうのね、なんかその物壊せる場所みたいなのあるじゃないですか。そういうとこ行ったらいいんじゃない？そのめっちゃ叫ぶとかもうめっちゃ山で叫ぶみたいな、そういうのが多分一番効果あると。ストレス解決。それかもう爆食するか。次の曲、ニキさんの ASMR 待ってます。 OK、 ASMR するよ。いつか。江ノ島来たことはもちろん、江ノ島は行ったことある。次の曲何しますか？今バイトおったよ。お疲れ。次の曲、ビスコはエンジンに決まってる。次の曲何しますか？次の曲はケシをちょっとケシ
우리 회사엔はい新しいスイートブームを髪が長いマックかマックかマクドールどっち派？同じじゃないの？マックとマクドってそう言い方で言うとマックです。岡山マックだった。岡山では神奈川もマック。マックが多くない？マクドってあんま聞いたことない。ヒョンたちに日本の名前つけるなら日本の名前か。まずリキでしょ。リキJ はハヤトみたいなJ はハヤトみたいな。ハヤトかケントみたいな。ハヤトかケントそこら辺か。でジェイクヨンはJ がりょうみたいな。りょうみたいな。ジェイクヨンはサトシか渡るみたいな。思いつかないソーニョンはサトシみたいな。じゃあサトシ言ったっけ？ソーニョンはどういう系があるかな。むずっ。そう名前つけるのって難しい。サトシだよサトシないソンフンサトシわかる？そういう感じ。ポケモンやないかジョニオンは登るみたいな。なんか坂とじゃあ坂とジョニオンは何があるかな。まさしなんかめっちゃ昔の名前っていうかなんかさ渋い名前しか思いつかない。サトシはまさしなんていう名前なのかな。そうあんまり日本の名前しよう。ハヤトみたいな。サトシにまさしヒズンヨンはショーみたいな。ショーみたいな。なんかその4は
えーっと坂とそれでは坂とでお願いします。絶対さ、絶対絶対さ入れたいじゃん。でさを薄い、ちょっとさしか思いつかん。何がさ好きかな。サカットって名前いるんか。でもリキはめっちゃ似合ってると思うでしょ。リキめっちゃ似合ってる、この顔でリキって。いやでもねリキ、そうだよね、力、リキは言いやすい。リキって言いやすい。リキ、いやなんかニキってずっと呼ばれてからリキって呼ばれて、なんかちょっとキュンってキュンじゃないけど、なんかみたいな、おってな、リキって呼ばれて。次の曲は、これからみんなリキって呼びそう。好きなアイスはピノです。ピノ。日本行ったら絶対ピノを買うかな。ピノが一番食べやすいみたいなところはある。アイスの実はジェイクオンが大好きです。ジェイクオンは絶対アイスの実買って。日本行ったらプリクラ。プリクラか。プリクラでもあんまり好きじゃない。日本のこんな宇宙人みたいになる。でもなんか逆におもろいかも。日本のプリクラ撮らせる。ヒスヨンとかもともと目大きいから、もうなんか顔の半分目になりそうな気がするけど。あ、でもそう、UFO キャッチャーしたの多分出たと思うんですけど、 UFO キャッチャーの時に出たかな、撮ったのを覚えて、その UFO キャッチャーのフジテレビの1階に UFO キャッチャーとかゲーセンみたいなのがあって、そこにプリクラがあるんですけど、そこでは撮りました、何人かと。でもそのプリクラあんまり、その加工があんまりなかった。タケノコの砂糖派。いや僕キノコです。キノコ派かな。エンジンどう？タケノコ？でもタケノコってあんま聞かない気がする。絶対キノコの方が美味しいよ。タケノコっしょ。キノコじゃない？チョコのその面積が多いというか、チョコ絶対タケノコ、みんなタケノコや。キノコや絶対。キノコやね、絶対キノコ。タケノコ多いな。
キノコじゃないそう、チョコ多いしね、キノコ。絶対キノコ。ニキが言うならキノコですねポテチは九州醤油かな。そう、次のアルバムね。でもこれ出たかな、言っていい？ちゃんと見てないけど、なんかざっと見た時にはちょっとスポみたいなのをプンギリョイさんでしたから、言っていいんかな。多分1個出て、それがビルドアップみたいな、その1個はビルドアップさせて、でもう1個大きいの出るように、そのまあどっちもメインだけど、2個目がここまでにしとこうかな。でも JA 行ったかな、行ったっけ。ちょっと待って、怖い。また怒られるぞ。これかな、2日前に세계가 놀라요 앨범 준비하고 막 그런 얘기를 했었던 것 같아요. 투어가 있을 때 기억이 좀 나더라고요. 이때가 정말 행복했어요. 저는 미국에서 저희 7명 다 같이 아침 방송도 나가고 화보도 찍고, 그러니까 그래도 좋은 추억으로 남았던 것 같아서 이거를 뽑겠습니다. 저는 정말 많지만 골든 디스크로 하겠습니다. 디스크. 전화 왔어요. 뭐죠? 회장님한테. 그래서 있는 거구나. 예. 예. 진짜요? 네, 알겠습니다. 예. 진짜 하는 것 같아. 갑자기 회장님께서 연락이 왔는데 아이고. 그 긴급 전달사항이 있다 합니다. 다음 앨범에 대한 스포일러를 여기서 한번 하라고 하네요. 공개를 하라고 하시는 거예요. 정말 아시아 투어부터 시작해서 서울 공연, 그리고 우리 잭 대리의 공연까지 정말 다양한 활동을 했네요. 데뷔를 하고 나서 가장 바쁘게 달려온 1분기이지 않나 라는 그런 생각을 합니다. 정원 본부장님께서 이제 페이크 서울 공연에서 이런 말씀을 하셨습니다. 후회 없이 한번 몸 부서져라 살아보겠다. 저희가 정말 엔진 회장님들을 위해서 이제 몸이 부서져라 열심히 준비하고 있죠. 맞습니다. 저희 회장님이 저희의 새로운 앨범을 엄청나게 많이 기대를 하고 있다는 걸 들었는데, 이제 그 기대를 100배가 아닌 만배가 아닌 만배 정도 충족시켜드리기 위해서 정말 열심히 달리고 있기 때문에 맞습니다. 조금만 기다리고 기대를 많이 해줬으면 좋겠습니다. 새로운 앨범이 전 세계를 타겟으로 네. 정말 세계를 놀라게 할 그런 앨범을 준비를 하고 있지 않습니까? 그런 세계를 놀라게 할 만한 앨범을 준비하는 과정에서 시간이 좀 많이 걸리기 때문에 그동안 이제 기다리실 이제 주주분들께 선물을 또 저희가 중간에 또 준비를 했지 않겠습니까? 여기서 바로 스포 가나요? 여기 누구 있나요, 여기? 누구 저희 있어요? 회장님이 지켜보고 계세요. 스페셜 앨범이 또 준비가 돼 있습니다. 너무 기대가 되네요. 정말 기대됩니다. 스페셜한 앨범은 사실 곧 만날 수 있어요. 기대 많이 해주시고 예일 씨가 얘기한 어마어마한 새로운 앨범도 찾아뵙게 될 겁니다. 그러면은 저희는 앨범 준비하러 가시죠. 가시죠. 네, 그럼 지금까지 에나 상사 드시고 예일 씨가 얘기한 어마어마한 새로운 앨범도 찾아뵙게 될 겁니다. 그러면은 저희는 앨범 준비하러 오케이. なんとなくわかった。そう、スペシャルアルバム、スペシャルなの1個と、あとそうもっとすごいアルバムで多分出てるから、そうだね、スペシャルの後に出るのが多分そうだね、で出てるで出てるよ、スペシャルアルバムとその世界が驚くアルバムみたいなそうでもね、そう今アルバムのレコーディングとかのレコーディング中なんですけど、曲はもうね全部いい曲はねやっぱり
いいね。曲めっちゃいい。うん。じゃあ最後の曲聴いて終わろうと思います。これ再生回数やば。526万回再生。すごっ。このお化け屋敷みたいな。 계단에서 놀라 자빠지는 거 아니야? 괜찮아? 얘들 분량 다 가져가겠다. 자, 이거 확인해야 돼. 오면 때립니다. 여기 계단 위험해요. 잠깐만. 북한의 공포를 극복하여. 그만해요 그거. 내 누군 자리. 그만해요 그거. 내 누군 자리. 자 미션지. Who is the real hero? 극한의 공포를 극복하여. すごっ。おもろかったなこの時。OK。最後の曲何しますか？プロサムで終わろうか。プロサムで終わろう。2回目やけど。多分来月いいこと起きそうな気がするな。いろいろニキペンはいいことありそう。あと2ヶ月後になったらもう日本行くんで、それまで頑張ってください。エンジン当選も抽選も当選できるように願います。なんていうんだったっけな、当選なんちゃら、なんかお守りみたいなやつ頑張って。でもなんか応募数見たらもうめっちゃ嬉しかったですね。応募数見た時、こんなにたくさんの人が応募してくれたな。だってもうそれ見たら全然ドーム埋めれるぐらいの量だったんで、いやーと思います。さすがエンジン。ドームまた行けたらいいな。単独公演で行けるかな。ドーム余裕でありがたい。マジでありがたい。だってドーム今っていうかもう普通に考えてトップアーティストが埋める場所、行く場所だから、そんなね埋めれるって簡単なことじゃないから、もうその気持ちを忘れずにいます。エンジンスタジアムも行けたらいいな。いつかちょっとずつ行きましょう。ちょっとずつまだまだ行く道はなんていうの、もっとこれコンサートの時は一番楽しいな。
コンサートの時が一番楽しいかも。快感っていうか、終わった後の快感がもうすごいやりきった感が。エンジンも日本でする時は来れるところはできるだけ来てください。今から決め日本のコンサート楽しいからね。会えますように。じゃあエンジンまた日本語だけのライブが今月中もう一回すると思うんで、体気をつけて、花粉気をつけて。花粉対処ってなんかあるんかな。まあとにかく風邪ひかないように頑張って気をつけて。ありがとう、見てくれて。1時間以上したけどありがとうね。ゆっくり休んでまた来ます。バイバイ. 감기 조심하고. 이제 요즘은 조금 날씨도 좀 따뜻해졌고 그러니까 네, 그럴 때일수록 좀 감기 걸리기 쉽더라고요. 저도 약간 감기 기운이 있어가지고 엔진분들은 감기 걸리지 않게 네, 몸 조심하시고 밥도 많이 먹고 이번 달엔 좀 많이 미워서 할 테니까 네, 화이팅. 다음 달은 뭔가 기대되지 않아요? 뭔가 5월이 딱 좋은 것 같아요. 5월이 날씨도 좋고 그러니까 엔진분들 오늘 일본어로만 했지만 이게 되게 오랜만인 거여가지고 네. 한국어로도 많이 할게요. 보이스 라이브도 할 수 있으면 하고 4월엔 자주 올 테니까 매일 할까요, 여러분? 4월은 매일 할까요? 사실 매일 할 자신은 있어요. 하지만 아니다. 한국어 댓글이 없어. 있네. 이렇게 좋다. 할게요. 4월에 매일 출근하겠습니다. 이버스에. 매일 라이브를 한다는 게 아니고 매일 뭐 모먼트나 그런 거 라이브는 할 수 있으면 최대한 하고 하겠습니다. 네. 자, 말씀이 라이브도 해줘. 알겠어요. 라이브도 많이 할게요. 너 때문에 일본어 공부한다. 좋다. 일본어 되게 쉬워요. 일본어 한자는 좀 어렵긴 하지만 일본어 문법이 거의 비슷해가지고 저도 한국어 배우는데 거의 한 3년 정도 배우면 괜찮을 거예요. 네, 제가 많이 가르쳐 줄게요. 말씀이 민나 遅くまでありがとうね。また近々来るんで、その時もまた見てくれたら嬉しいです。おやすみ。バイバイ。잘 자요, 여러분. 사랑해. 愛してます。本気で。また日本で6月に会いましょう。안녕. 진짜 갈게요.